話せばいいのだろう。話は1964年に遡る。この年、突然変異によってできた体に全く毛のないマウスが発見された。このマウスの特徴は、免疫機構に重要な働きを持つ胸腺がないことにある。そしてこの先天性無胸腺マウスはヌードマウスと名付けられた。僕まだ死んでないよLicense to kill, Easy Q, Derek B. License to ill on Her Majesty's secret service of rap. America, you're under attack from the crown prince of poetry. The man with the golden mic is me.オタクの方から、つまり有田さん自らお友達になりって言ってたわけですよ。友達ってなんだ。彼の場合はオタクだったんだよ。孤独ってどういう意味ですか。だからですね、確かにお友達になったり。お友達って何ですか。だから彼の場合は孤独だったんだよ。孤独ってどういう意味ですか。ごちゃごちゃ言ってねえで死ねばいいんだよ。実は僕たちもですね、もう死んでんですよ。こいつやるです。今年の3月に年寄りみたいに脳一血で死にましたよ。生前の国籍は日本でしたが、両親ともに台湾人です。だからきっとこいつも台湾人です。だけどバナナは嫌いでした。でももう死んじゃったからきっと何人でもないと思います。この人はボブです。彼も今年の3月に貧乏すぎて死にました。家が肉屋をやってるらしいんですが、それがなんかどうも儲かってなかったらしくて貧乏だったらしいです。かわいそうです。で、死んでからも一応肉屋の息子のふりとかやってるんですが、まあ一回死んじゃえば貧乏だって全然へっちゃらです。これが年度です。彼も今年の3月に死にました。死因ははっきりしないけどきっとまあ寿命だったんだと思います。チビだから寿命が短いなんていつも言ってました。死に顔が夢のように綺麗だって後で母親は言ってたけど、まあ息子より長生きしちゃってまったくシャーな母親です。最後になりますが、この人が理科です。今年の3月にみんなと話し合って死にました。変な顔してますけど、父親は大学教授をやっておりまして、まあこの中じゃ一番頭が良かったんじゃないかなって。いやでももう死んじゃったわけですから、早いとこ父ちゃんの大学の標本室にでもまあ飾ってもらえたら本望的。もうやめろよ。
だからもう許してよ。もうふざけたよ。誰がふざけてるんだよ。そうだよ、俺たち真面目に死んだのにさ。もういいですよ。わかんないんだよ。死にゃ友達って言ったんすけどね。そうか。それとももう友達になんかなりたくないと。いやー、死ねえよ。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 首つって死ねえよ。手首つって死ねえよ。舌噛んで死ねえよ。息止めて死ねえよ。薬飲んで死ねえよ。ナスでもいいよ。ぽっくりいけよ。無理すんなよ。だってあんたたち死んだのだって嘘じゃないか。おいババ、あれ持ってこいや。ほらこいつが誰の骨だかわかるか。いや、これはお前の骨なんだよ。でもこれケンタッキーだよ。いいかよ、あれ。こいつはな、なんていうか、つまりさ、解釈の問題なんだよ。いいか、確かにこれは鳥の骨だよ。当たり前だよ。お前そこにいるんだもん。だけどさ、お前そんな当たり前のことばっかり言ってちゃさ、脳みそ腐るぞ。だからさ、例えばさ、例えば自分の体をちょっとでも軽くしてえなーとかさ、そんな風に思ったらこいつを自分の骨にするんだよ。よし、じゃあこいつを自分でこの中に入れろ。じゃあな、こいつに名前を書け。1989年6月3日。あれだよ、あれ。千代田線表参道駅ホームより電車に飛び込み死亡。お前んち教会だろ。俺たちこれから行くの青山墓地だけどいいか。よー、俺だこれよりヨハネ君のノブのために救援物に向けて出発。すいません。なんだよあんたたち。
私たち東京工科大学の者なんですが、島田教授の息子さんの高橋さんいますよね。おいリカ。あ、はい、僕ですけど。これを。何ですかそれ。非常に言いづらいことなんですが、あなたのお父さん、つまり島田教授が残念ながら大学での実験の最中に不慮の事故で亡くなりました。は？で、教授は父子家庭と伺っていたものですから、ご親戚の方にでもと思ったんですが、やはりまず息子さんにと思いまして。まあもちろん模試は高橋さんということになりますが、何分そのお年ですから、まあ通夜その他の段取りの方は大学側とご親戚の間で執り行いますんで、本日のところはこれで。おい、ちょっと待てよ。高橋さん、お気持ちは察しますが。お気持ちもやってくるもあるかよ。なんか変じゃないか。いきなりこんなの。お前らなんか変だぞ。子供だと思ってバカすんだよ。どういう意味でしょう。実験の途中不慮の事故。それでこんなもんいきなり渡されて納得できるやついますか。そんなもんってそれお父さんのお骨ですから。だからなんでお骨なんだよ。なんでお骨だってから知らされんだよ。さあ、月並みな言い方しかできませんが、教授は非常に危険な研究に取り組んでおられました。で、おそらくその最中、偶発的に発生したある種のウイルスに感染したものと大学側ではそう判断しております。したがって遺体をそのままご遺族の方の前にお出しするということはできかねたんです。その辺のところをどうかご了承ください。それがおそらく教授も望まれたことですから。では詳しいことはまた落ち着いてからお話ししますので、どうか気を落とさず。では。そりゃリカには負けるかもしれないけど、僕も教授のこと好きでした。本当です。本当です。悪くな体が粘土でできてるって言った時、バカにしなかった大人はあんただけです。毎日汚い粘土がお尻にかれてるから、体の中はいつもきれいなんで。だからやっぱり
白だったロリの血が出た僕たちはそんなあなたの乱暴な死に滅裂さを本物ですか？これケンタッキーですよ。でもこっちは本物ですか？ケンタッキー本物になるんだったらこっちケンタッキーになりませんか？ルーだったらこれどう解釈するんですか？僕こういう風に解釈します。父ちゃん死んだの嘘です。これ中身父ちゃんのねじゃないですよ。これ僕の問題なんだから僕の解釈なんだ。ほらやっぱり言った通りだ。フロッピーだよ。なんだよこのメガネよ。エナジャイザーと同じようなもんなんですけどね。偉いな。これをかけてるとテレビモニターがなくてもフロッピーの中の情報を読むことができるんですよ。あれじゃん、このメガネの内側がモニターになってるわけだよ。別にここに文字が映るわけじゃないですよ。なんていうか、つまりみんなの脳の中がモニターになってるっていうのかな。ここから出る光の信号を網膜がキャッチするでしょ。すると脳の神経に直接働きかけちゃって目を閉じていても脳の中に映像が結べちゃうってわけですよ。なんだかな。なんかこうしゃらくせえな。最初のうちはちょっとあれだけどそのうち慣れますよ。よし。じゃあそろそろ行くけどその前に約束してほしいことあるんだ。このフロッピーのこと絶対内緒にしてほしいんだ。先生とか親はもちろん他の友達とかも絶対だよ。よし。じゃあ行きます。学習だ。なんだよこれ。タイトルだ。フロッピーのタイトルだよ。そうだ。行きます。手が問1、植物と動物の違い。なんだこれ。これ教授のことと何の関係があるの？あ、先進めてみるのかな。そうだ。これ一問一問解いていかないと先進めないようになってるよ。あのさ、怒んないでよ。これさ、やっぱ大学側に取らせてみた方がいいよ。そうだよ。そんなの絶対ダメだよ。だってあいつら信用できないよ。そんなの顔見りゃ一発でわかるよ。このフロッピー中に隠したの絶対父ちゃんだよ。父ちゃんどっかで生きてて、それでこうやって僕たちにメッセージを送ってんだよ。いやだけどメッセージってだからさ、ほら
とにかくさ、一問一問解いてってみよう。そしたらなんかきっと分かってくるから。よーし植物と動物の違いだろ。違いは全然違うよ。だからそれをちゃんと説明しないと。だからさ、あれ動物は犬とか猫だろ。あとラクダとかで、植物は野菜だよ。バカ、何言ってんの。じゃあお前言ってみろよ。いいよ、こうだよ。動物は動くけど植物は動かない。まあいいとこまで言ってますよね。でも厳密にはゆっくりとですけど植物も動きますからダメですよ。これはやっぱり葉緑素とか光合成のこととか出さないと。植物には葉緑素という物質があって、で光を浴びることによって自分で栄養を作り出せますからね。でしかもその時に二酸化炭素を吸ってで酸素を吐く。でこれは動物と全く逆ですから、これが一番大きな違いですよ。これだよ。よし。俺たちもさ、葉緑素さえあれば働かなくても生きていけんだ。いいな、俺も植物になりてえな。よし、じゃあ先行きます。出た、問い2だ。魚類と爬虫類。あ、これはわかるよ。魚類には鱗があるけど爬虫類には鱗があるわ。ねえ、爬虫類バカ、ヘビとかトカゲだろ。なんだ、じゃああれじゃん、水だよ。魚はさ、水の中じゃん全員。バカ、お前ウミガメとかもいるだろうが。ウミガメあんなの嫌いだ。卵。ちょっといいですか？なんだよ。僕エラじゃないかと思うんですけど。何言ってんだお前。何がエラか。そう、よく気がつきましたね。エラなんですよ。魚は全部エラ呼吸ですけど、爬虫類は水の中にいるものも含めて全て肺呼吸ですからね。でもね、僕たちもお腹の中の胎児の時にはエラがあったんですよ。嘘。まあ昔は魚だったって証拠ですよね。出た、爬虫類と哺乳類。あ、これは卵でしょ。哺乳類は卵産ませんものね。でも例外もありますけど、まあいいでしょう。それとあと体温でしょう。体温。哺乳類は高温動物って言って体温が一定ですけど、爬虫類は変温動物って言って周りの環境に合わせて体温を変えられますからね。だから哺乳類みたいに毛とかあと洋服なんかもいらないわけですよ。お得だね。でもここまで来ると違いはそこだけですよ。じゃあ人間がさ、利口だって理由を順番に並べていけばいいわけだよ。人間は喋る言語ですね。あ、そうだ。人間はさ、ほら人か道具を作って使うとか。テクノロジーか。人間はさ、脳みそがでかいよ。大脳皮質の発達ですね。ちょっと違うかもしれないけど、直立歩行とかはこんなとこでどうかな。なんだよこの問題。でもさ、これから確信なんじゃねえの。かもしれないですね。まあ、とにかくさ、解いてってみようよ。俺ならいつも一緒なんだからさ、簡単じゃんな。じゃあ二人の違いだろ。じゃあ俺は気が小さいよ。いやちょっと待ってよ、俺だって大きくねえよ。じゃあねいやちょっと待って、でもさ、なんか自分たちで答えるのなんか変だから、みんなで答えて。よし、任せな
ないよ。絶対来ないって。いつもさ、言いたいこと聞けねえで、うじ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 なんだよ。そういうことだよ、そうだよ、だったら別にケチたんじゃねえんだよ。あれだってな、高い役に足りたくないんだな。ちょっとそういう話はやめましょうよ。大体正確で分けようとしたのがいけないんですよ。科学と学習なんですから、もっとこう論理的に説明できることで考えないと。そうだよ。ルーはさ、台湾人だよ。で、俺はれっきとした日本人だから、これはちゃんと説明できるよ。そうだ、やってみましょう。電柱光っちゃったよ。ちょっと待って、これおかしいよ。だってさ、ルーはさ、ちゃんとした台湾人だよ。俺はれっきとした日本人なんだから、これはさ、おかしいのはフロッピーだ。フロッピーが変なんだよ。そうか、分かりましたよ。だから何人かなんていうのはただの手続きみたいなもんで、本当は性格と同じくらい曖昧だってことですよ。そりゃ厳しいよ。じゃあ例えばボブの中に何人の血が何%流れてるかなんてもう分かんないことでしょ。ね、だからほら、そうやって考えていけば何人かなんていう区分けそのものが実にいい加減なものだってことですよ。じゃああれじゃん、これ前にさ、俺が死んだからもう何人でもないって言ったのも、あれもまんざら外れじゃねえわけだよな。じゃあさ、血液型、うわ、俺は AB 型だ。俺も AB だよ。じゃああと他なんか、あとはそうだ、身長だ、身長だ。俺は175。いやー、170だ。また NG だ。なんでだよ、リカ。そんなの分かりませんよ。点数0点になっちゃったよ。
理科そうか、おめえが理科。なんだよ誰だよあんたたち。探したよ。いや、おめえの親父には大変世話になった。あんた俺はホセ、そいつはドロシーだ。よろしくな。呼び捨てにしないでよ。それじゃあいっか。じゃもしもし私リカちゃんよ。リカちゃんリカちゃん。違うよ。本当は高橋だけど理科が得意だからみんなが。おめえ親父好きか。好きかって聞いてるんだよ。好きですよ。尊敬してるか。知ってますよ。じゃあ俺とドロシーなことも尊敬しな。おめえの親父はいいやつや。ナビ様歌も最高級。おかげで今じゃ俺たち体の半分手の工事よ。ひでえ事故だった。助からねえ事故だった。痛くて涙が出ちまった。真っ先に運び込まれた大学病院で飛んできたのが島田先生。虫の息で頼んださ。Please help me.そん時サインしたんだよ。悪魔に魂売り飛ばすみてえによ。そうだよ。この下シリコンだぜ。腕の骨はセラミック。腹の中はほとんどがポリ袋よ。そんだけじゃねえぞ。目ん玉はよ大目水くんの水晶体なんだってよ。よそ見えちゃって仕方がねえ。それそれからこの子はよありがてえことにミンクだってよ。おかしい。そうだよ。父ちゃんがそれをするわけないよ。こいつはいいや。人間の動物の群れだってな。おう遺伝情報とか違うんだから。おうそれなんのことだよ。おいトラシおめえも見せてやんな。おめえもこんな体になりてえか。てめえだったら感謝するか。どうなんだよリカ。おめえこんなもんいじくって何やってんだ。なんでもないよ。宿題だよ。宿題。ほら塾で出されたんだよ。
近頃のガキは大したもんだよな。いや別に。ところでおめえ父ちゃんどうした？え？そんなに怖がることはねえじゃねえか。いやね、実は俺たちおめえの父ちゃんのことでよ、ちいとばかしよくねえ噂聞いたもんでな。なんでも大学で事故かなんかで落ちんじまったとかなんとか。なんで知ってんならいいじゃないか。本当か？本当だよ。骨はどこにあるんだよ？骨？いや、お骨だよ。いや、俺たちだってこんだけ世話になったんだ。だったらよ、お線香の一本でもあげてえなーなんて思うのが人情ってもんだろ。いやお骨はもう埋めましたから。どこに？青山墓地に。青山墓地か。青山墓地のどこだ？どうったって、そんなの口でうまく言えないよ。生きてんだろ。え？親父生きてんだろ。大学と口裏合わせてよ、俺たちから逃れよったってそうはいかねえぞ。何言ってんだよ。あんたたち失礼なこと言うなよ。どこの世界によ、親父が死んだ直後にクソガキ連中集めてよ、塾の宿題やってるガキがいるんだよ。まあいいや。じゃあまあ勤勉なリカさんよ、遺産相続なんてなお勉強済みかな？ご存じなければ説明しましょう。まず親が死んだ場合、その財産の半分は配偶者で、残った半分を子供たちで頭分けと、まあこういうわけなんですな。でそれを今回のケースに当てはめてみますと、島田先生にはすでに奥様がいらっしゃらない。で残った子供はというと、これがリカちゃん、あなただけど。つまり島田先生の遺産は全部あなたのものと、まあこういう寸法になりますわね。何が言いたいんだよ。反対に借金についても同じことが言えましてね。ですから俺たちといたしましては、おめえがどうしても教授が死んだって言い張る以上、俺たちの問題も一心頭でやるおめえに引き取ってもらうしかねえんだわさ。そんなのめちゃくちゃだよ。いやー、わかるよリカちゃん、おめえは一つも悪くねえ。でもよ、まあこれが世の中の決まり事っていうやつだよな。恨むんだったら死んだ父ちゃん恨むしかねえよな。なんだよ。なんだよ。触んなよ。やめろよ。でもらいてえな。被害者はな俺たちなんだよ。うわどうでドロシーの味は？今のでドロシーがつけられた犬の肛門1個分だよ。まだまだたっぷりあるからよ。親父に払ってもらうのか、それとも自分で払うのか。頭冷やしてよーく考えてみな。じゃあな。
ったのか。頭いってもうだからこんなのやめようって言ったんだよ。いいから引いてよ。なんだよ、おっかねえ顔してさ。さっきこっから出てきた父ちゃんの顔そっくりだよ。いいからみんなも確かに見たでしょ。このフロッピーから送られてきた父ちゃんの顔、それとさ変な男2人の顔ね、これで分かったでしょ。このフロッピーがさ間違いなく父ちゃんから送られてきたもんだって。それとさこれやっぱり今度の事件と鍵になってるって。それでささっきのバストとかも全部ヒントになってたんだよ。ヒントでさ僕解けたんだよ。だから分かったんだよ。さっき止まった5問目の答えがさ、よく聞いて。さっきの問題がさ求めてた答えはさ、ほら外側のっていうかほら形の違いじゃないんだよ。時間に左右されないでボブがボブでありでルーがルーである、そういう証拠みたいなさ。それでさ僕気がついたんだよ。もったいないんだよ。じゃあさ僕さちょっと口開けてみていいから。ねえ歯ガタガタでしょ。お世話だよ。じゃあさ歯がうんと悪くなったら刺す歯でしょ。歯なんかかけてる方がかっこいいんだよ。でも普通は刺す歯でしょ。でもっと悪ければ入れ歯じゃない。それが何なんだよ。じゃあさひどいやけどとかしたらどうする。皮膚を移植するしかないでしょ。いやそんなの嫌だよ。やでも移植するしかないじゃない。それでさそれがさ自分の皮膚だとこれがすぐつくんだよ。でもさそれが他人の皮膚だとちゃんと見分けて拒絶反応を起こすわけなんだよ。だからボブにルーの皮膚は移植できないってことなんだよ。なるほど。じゃあさ当時さボブの皮膚がルーの皮膚をどうやって見分けると思う。それはさ皮膚の細胞の中の遺伝子なんだよ。遺伝子。もっと言っちゃえば遺伝子の中に塩基っていうのがあって、その一つ一つは誰でも同じなんだよ。でもさその組み合わせが違うんだよ。だからボブとルーじゃその組み合わせが違うってことなんだよ。なるほど。じゃあさ俺とリカも違うのはその組み合わせが問題なわけ。もちろん。そう言われてもね。もうねとにかくさ答え入力するから。よし今度はさっき言ったの絶対ないよね。大丈夫絶対やってっから。よしじゃあ入れます。やったー。いきなり先に先。出た。トイレだ。日本における分子生物学の第一人者は誰だ。来たぞ来たぞ。教授だ島田高尾です。島田高ロッピー持って研究所行く。私はお前と話がしたい。リカ分かったよ。父ちゃん分かったよ。カナヘビイモリ
アフリカツメガエル高橋と言います。バクオオミミズクゴマフアザラシオオアリクイセンザンコ極楽鳥グルマーモセットナミウズムシケンミニ豚テングザルオポッサム馬その数およそ78種。それらラボラトリーアニマルにうずもれるように島田教授は倒れていました。いいか私は思いました。これはいかん。これはどうしたことだ。助けを起こすと。で、どうなったんです？あなた島田隆さん。そうです。天さんでしょ？天です。なんとか土から。覚えてない。私のこと覚えてない。無理もないか。しかしね、私の方はまだあなたがこんな小さい時のことよく覚えてますよ。こういうことあったな。あなたが生まれて間もなく1週間ばかり日本猿の群れの中にあなたを入れて観察したことがありましてね。それからあなたが小学校に上がる時から青いこういう小さいプレショザウルスの模型をイギリスの大英博物館からわざわざあなたのもとに送り届けたんだけど覚えてないか。そうリカやられた。忘れちゃってごめんなさい。でも今日は父ちゃんのことでどうしてもお聞きしたいことがあって。なんで私のところに。いやフロッピーフロッピ大学の人は父ちゃんが死んだって言うんです。でも僕どうしても信じられなくて骨壺割ったらいやだから骨壺割ったら骨壺割った。あなたそういうこと割とよくします。なんていうの、そういう非常識な。あの時は違うんです。リカもどうしようもなくて。そうこいつそんな悪いじゃないでしょ。それにおかしいのは大学の方であんと骨張らなかったら川の骨もめったことになるんです。そう骨壺送ったの私。フロッピー中に入れたのも私。高橋さん、これでそのフロッピーディスクどうしました？ちゃんと持ってきましたよ。持ってきた。だってそれはフロッピーの方から。誰が喋った？いや天さん、もう隠さずに本当のことを教えてください。お願いします。はい。さっき父ちゃんが倒れたって言いましたよね。言いました。でもやっぱり事故っていうのは本当なんですか？本当です。でも生きてますよね？死んだなんて嘘ですよね？天さん、生きてます。やったー！ただその前に一つ聞いておきたいことがあります。あなたのお父様、その姿形がいささか変わり果てておりまして、あなた、例えばお父様がどういう姿をしていてもその時それをお父様と呼ぶ自信ありますか？もちろんじゃないですか。絶対にですね。変わり果てたってつまりあれでしょ？ひどいやけどとか。じゃあ腕がもげたとか。耳が聞こえない。喋れない。じゃあ失明した。半身痛で動けない。じゃあバカになった。じゃあ何なんですか？おい島田。はい。あんたじゃないお父様です。おい島田。どこだどうしたらいい？かなりかけた挙句にお前を隔離した。それをお前の息子がわざわざ私のところに来て、その蓋こじ開けてもう一遍出せって言うんだよ。ああ、どうしたらいい？天さん、父に会わせてください。お願いします。覚悟はできてます。だからもう隠さずに父に会わせてください。天さん、お願いしますよ。お願いします天さん。天さん、お願いします。お願いしますよ。お願いします。お願い。じゃあ島田隆さん、はい。あなたがここにおちんちんだった白いフロッピーディスク、
それをあそこの彼の向こうに小さいディスクドライブが見えるでしょう。それをあそこに差し込んでください。なんで？いいから。入れましたけど。よし。じゃあそろそろお呼びいたしましょう。皆様が心から敬愛する科学の王様、キングオブサイエンス、ミスター島田。ほら、今の見てた？ちゃんと返事したでしょ？じゃあさ、もう一回やってみるからさ、いい？ちゃんと見てよ。ほら、やっぱりちゃんと見てでしょ？ちゃんと分かってんだよ。じゃあさ、みんなもやってみなよ。ほら、やってみなよ。ほら、やってみなよ。ほら、やってみなよ。でもおかねえな。ダメだよ父ちゃん、何してんだよ。ほら粘土だよ、ちゃんと覚えてんでしょ。みんなだってさ、父ちゃんにやりたくてここまで来たんだからさ。なんかさ、父ちゃんも久しぶりだからさ照れてんだよ。じゃあさ、今度は音で試してみるからさ、僕さ、いつもの上に鳴らしてみてよ。いいから早く。いいから。じゃあ、いくよ。
家の友達のルーです。いやじゃなくてルーいやそのリじゃなくてルーでルーいやじゃあル天さんこれやっぱりなんか悪い冗談ですよね。そうあれでしょ、俺たちがこうやってると実はひょこっとあの辺から教授が出てきて俺たちを驚かすんでしょ。ね教授はそこにいますからね。高橋さん芝居でおりますよ。おい何やってんですか。それあんた頭がいいだろ。だけどこいつにがあんまりだよ。もし仮に死んだんだから死んだって。高橋さん一つね面白い話しましょう。ソビエトでは、私ロシア人好きですよ。ソビエトでは現在ミサイルの発射の指令を送る際にいかにして敵には察知されずに味方の基地に送り届けることができるかという研究をしているんです。全ての通信衛星やレーダーから逃れるにはもはや海の中を使うしかない。ところが海の水の中ではもちろん自らの電磁波も通らないわけです。でその結果どういう方法が生み出されたと思います？ミサイルの基地に子供を産んだばかりの親ウサギを1匹置いとくんです。私ウサギも好きですよ。それからその指令を送る方の側には生まれたての子ウサギの方を何匹かキープしておく。でいよいよ指令を送る際になったらその子ウサギの首を順番に跳ねてくんです。1匹目じゃまだダメですよ。しかし一定の間隔を置いてこうやって順番に切っていくと5匹目くらいかな、その親ウサギの脳波がピクッと動くんです。で発射のボタンを押す。これやっちゃいますよね。しかし軍事の最先端と言われるような場所で現在実際にこういう実験が繰り返し何回も行われてるんです。高橋さん、科学はこうやって今まで難解とされていた生物学の分野に一歩足を踏み入れたんです。ですから我々科学者が今最も関心を寄せていることこそあなたとお父様の間に流れる親子の生命潮流そのものなんです。ですからどうでしょう伊藤さん。やはりお父様を犯すことができるとしたらそれは私たちではなくあなたということになるんじゃないでしょうか。みんな悪いんだけどさ僕一人きり父ちゃんと二人きりさせてくんないかな。まあテンさんもお願いします。どうぞ。父ちゃん聞
聞こえるならよく聞いて、聞こえないならそれでもいいんだ。今ね、父ちゃんのディスクにアクセスしたんだ。わかる？だから僕これから父ちゃんの中に入ってっから、父ちゃんをハックする。ハッカーだよね。嫌かもしんないけど、考えてみりゃ父ちゃんだって随分勝手なことやってんだから。だから我慢しなよ。いい？じゃあ行くよ。父ちゃんわかんないの？僕たちのパスワードだよ。これ入れりゃさ、父ちゃんのロッピーいつだって開いてたじゃない。僕のパスワードわかんないの？開いてよ父ちゃん。喋った。どういうこと？それわかんないよ。何これ？父ちゃん、これ何？はい。
よーリカちゃん、お待たせしました。あいつだ。そう、僕だ。あいつだ。リカちゃんやっぱ人工筋肉っていうのはすげえぜ。ちょこっとこめかみついたらよ、みたいなのみすんのか。はいさすがに僕じゃもう驚いちゃったよ。やっぱりだよな、これからの見学者はよ、頭ん中だけじゃなくて頭蓋骨も鍛えとかねえとな。ボーンあんたら何しに来たんだよ。おーっと間抜けなこと聞くんじゃねえ。じゃあなんでおめえはここにいるんだよ。答えらんねえか。じゃあ代わりに俺が言ってやろう。父ちゃん会いに来たんだ。パパー俺たちのこと騙してこんなところにかくまっといたっていうわけだ。あんたらなんだよ、教室の何の関係があんだよ。そうだよ、黙ってよ。リカごめんよ。いいよ、教えてあげるよ。今度は本当のことだよ。早く言えよ。父ちゃんがさ、ちゃんと生きてるよ。あはだからあんたが言ってたこの間の遺産の話、僕が受け取るわけにはいかないから。だってそうでしょ。だから文句があんだったら父ちゃんに言いなよ。オッケー。じゃあ早いとこ父ちゃん出してごめんねリカちゃん、それわかんない。だから父ちゃんだよ。返事してやってよ父ちゃん。俺たちコケにすりゃ気が済むんだよ。ガキがあの小細工使いやがって。ナイフじゃないよ。これ父ちゃんなんだよ。信じらんないだろうけど、ちゃんと生きてて父ちゃんなんだよ。叫んじゃねえよ。叫んでるよ。僕だってそう思うよ。でも本当なんです。説明しよう、説明しますよ。でもさ、本当のこと知ってるのは父ちゃんとテンさんだけなんだよ。でもそれを殺しちゃったのはあんたたちなんだから、僕が分かるところまで我慢しない。いいから早くしろい。ここにさ、ディスクドライブなんでしょ。この中にフロッピー入ってんだよ。白いフロッピーだよ。それはさ、なんていうか父ちゃんの全情報なんだよ。でさ、それと外側の世界をつないでるのがそのマシンだと思うんだよ。だからそのマシンはなんていうか真っ正なんだよ。もっと簡単に言っちゃえば体なんだよ。でさ、僕の言ってることだってあんたの体ってそのマシンはちゃんと見えてて、こっちのこの白いフロッピーと繋がってんだよ。いいよ、分かったよ、もういいよ。おめえよ、パソコンのいじりすぎでよ、頭おかしくなっちゃったんじゃないか。生きてるってのはよ、そういうことじゃねえだろうがよ。そう言われりゃそうかもしんないよ。でも僕決めたんだよ。つまり解釈したんだよ。その人間違いなく父ちゃんだよ。だから僕その人父ちゃんと呼ぶことに決めたんだよ。はははははは。ありがとう。解釈ときた。そいつはまた随分都合のいい話だよな。でもよ、そいつは教授なんかじゃありゃしねえよ。そいつはただのガラクタだよ。
泣かせるね。けなげだね。しかしリカちゃんよ、悪いけど俺たちは強えぜ。あんたたち父ちゃんのこと恨むのおかしいよ。間違ってるよ。命助かったんだからいいじゃないか。なんだと？嫌がるからいけないんだよ。嫌がんないで受け入れりゃいいんだよ。本に書いてあったよ。人工臓器は精子でコントロールできるって。嫌がんないで受け入れりゃその人のもんになるんだよ。本に書いてあった？そうかい。リカちゃんよ、人間にはな、生理ってもんがあるんだよ。わかるか？ひんむかれる感じ、わかるか？骨が削られる感じ、わかるか？肉がちぎれる感じ、わかるか？父ちゃんのこと好きか？前にも聞いたよ。今でもか？ですよ。尊敬してるか？してますよ。よーし、じゃあおめえによ、人間のせいで何たるかを教えてやるぜ。どうすんだ？どうすんだ？どうしたんだよみんな、思い出せよ。ねえ、感謝したこと思い出せよ。俺たちみんな死んでんだろ。みんなケンタッキーなんだろ。ケンタッキーが何やってんだよ。そうこそ。じゃあまずおめえからぶん殴ってみろよ。ほら来いや、来いや、ほら来いって言ってんだろ。細かい破けちまったよ。8000ドルもするテキサスのファールミーティングの細かいや。おい坊や、今度狙うときはこっちにしなよ。この人工肝臓はよ、出来たてのほやほやでな。なんでも PC なんとかかんとかつろか膜が使えるってな、世界中の科学者がやだれ当たらすっていう修羅場だ。さあ来いや、ぶっ壊してみろよ。3万ドルだよ、ぶっ壊してみろよ。来いや、ほら来いや、どうした？船ならこっちから行くぜ。あ
橋はつながった1964年ヌードマウス発見される同じく64年このマウスに免疫基礎の欠落を発見1968年ヌードマウスへのセイジオマウスの細胞の移植に成功1971年ヌードマウスへの茶生物の細胞移植に成功1973年ヌードマウスへのオオカチャホリウブルイの細胞移植に成功1976年ヌードマウスへの人間の細胞の移植に成功1978年患者にメイの免疫操作に成功1981年患者にメイへの人工臓器移植に成功1982年患者にメイへ茶生物の臓器移植に成功1984年島田茶道の免疫操作に成功
1986年島田茶カロフェの茶生物の臓器移植に成功1988年島田茶カロ学生ウイルスに感染同じく88年島田茶カロの生命情報の数値化に成功1989年島田茶カロのフロッピー化に成功同じく89年島田茶カシの生命情報の摂取に成功同じく89年患者補正いいかいいんだ。この人もう父ちゃんじゃないから。この人もう父ちゃんじゃないよ。この人科学の王様でこうして僕の父ちゃん壊れていきました。残された僕は科学します。学習します。